あれはきっとあっちゃのお経だす。お経？ええ。次郎様は海を越え山を越え天竺よりはるか向こうへ行かはったお方だす。きっとあっちゃでありがたいお経を仕入れてきなすったに違いおまへん。ありがたいありがたい。お家様、五両さん、今度のことほんまにありがとうございます。こうしてまた浜のお家に奉公させてもらえるやなんて、わたいにはもったいないことでおます。何を言うてんの。お礼を言うのはこっちやわ。おまさはんに戻ってきてもらってうちらも助かってま。何でもさせてもらいま。何なりと言うておくなはれ。そんな気張らんでええやないの。新しい奉公にもいるさかい、おまさはんはゆっくりしたらええんよ。最後の奉公や思って頑張らせてもらいま。そんな。おまさはん、この浜へかて昔とはえらい変わっとりま。年寄りや言うてぼーっとしてたら飽きまへんで。日に3度のおまんまに身を働きはしてもらいまさかいな。よろしいな。あんさん、名前何どしたかいな。はあ、ねえです。お姉はん、それ何でんの。やお前、はよ干してきなはれ。いやない。へい。お母様、ちょっとひどうもでっか。やはり日本は暑いですね。おまさはん、次郎に麦茶。いいんですよ、お茶くらい。そうだす、お茶くらい自分で入れなあきまへん。僕だって子供じゃないんですから。次郎さん、さっきの何ですの？さっきのパパパ。ああ、ただのモーツァルトですよ。すまへん。わたいがどんくさいばっかりに皆様にご迷惑を。おまさはん、表の掃除は済みましたんか？今日は太郎の新聞読みの日だせ。はよせと皆さんお越しになりませ。おしげ、浜家の御寮に至るもの、人見てもの言わなあきまへんで。はい。どうも苦手なんだよな、日本の年寄りは。けったいな言い方。そしたらあっちの年寄りは得意ですの？いえ、年寄りはどこも一緒です。やっぱり。もうこの家には慣れましたか？さあ、そないでっしゃろ。ずいぶん慣れたように僕には見えますよ。ちょうど留学に行く時でしたもんね。そうだんの。さすがは母さんが見込んだお人だ。今じゃ立派に浜家のゴレオンさんですよ。大きに嬉しおす。母さんのことなんですが、久しぶりだったせいか、ずいぶん小さくなったような気がするんです。元気がないっていうか。
今朝のご飯もほとんど箸をつけなかったみたいだし。あれでも二郎さんが帰ってきてずいぶん元気にならはったんよ。そうですか。それより昨日の話だけどな、二郎さんにどうしてもっていう気持ちがおましたらうちの人も応援します。兄さんが何か言ってたんですか？昨日あの後でポソッと言ってまして、3年くらいで気持ちは変わるやろうかって。どうなん？ 3 年経って気持ちは変わったの？はあ、マイロー、おはようさんです。誰か来ましたね。今日アキさん来はるさかいな。え？今朝一番にお母様が使い出さはったんや。次郎さんなんぞお母様に頼まはった。ああ、はっきりせん人やわ。知ってる？アキさん女学校辞めはったんよ。やめたんですか？マイロー、どうして？そら本人に聞きなはれ。マイロー、トどうぞ入っておくれやす。メです。おはようさん。さあ今日も一番乗りやね。段差に帳面渡さんとあかんねん。あジローはん、おはようさんです。おはようございます。どうなった久しぶりの日本は。いや、もう暑くて。まだ9月ですかいな。いつもお元気ですね。体だけの資本家でしたか。難しい言葉知ってるんですね。段差の新聞読みのおかげですわ。そうか。兄さんは意外と啓蒙家なんですね。あんなもん道楽よ。おおきに。なんや、ええ匂いしてますな。ええもんやおまへんで、こないだと同じ。お稲荷さんでっか。まあジローはん、五両さんのお稲荷食べたことありますか？いえ、ここいらのお稲荷とは全然。全然。さすがは京都ですわ。それは楽しみですね。ごちそうさん。ダサい。帳面改めておくりやす。何ですか今？喉を養生してますんや。喉。新聞読まはる日の朝はいつもあれですよ。気合が入ってますね。うちもなんや今朝からむしゃぶらいしてましてな。今日の新聞に講和談判のことが書かれてるやろか思うともうドキドキしますね。終わったんやね。ほんまやね。どうぞごめんください。ほらもっと大きい声出しながら。分かってるがな。ごめんください。この声は宮川はんとこやな。どうぞ入っておくれやっしゃ。おはようさんです。おはようさんです。次郎様もおはようさんです。どうも。ほら、分かってる。ゴリラさん、実はちょっとお話しせんならんことがありまして。そう。はよ、あんたから言いながら。実はなんだっしゃろ。あら、今日もゴリラさんのお稲荷さんだっか？ええ。楽しみよ。うちこの間食べさせてもらってびっくりしました。こんな小さいんですね。やっぱりあれはあれですか？舞妓さんらのおちょぼ口にあれしてますの。面白いんやわ。ほらあんた早い。あら、新しい子だっか？あ、昨日から手伝ってもうてます。ほら挨拶しいや。あね。は？ね。ね、言います。よろしゅうに。こちらこそ。こちらは宮川派社長さんやで。それもビール会社のね。違うわ、なことはきまへんで。ただの牛飼いですわ。あ、吹田のビール工場は知ってるね。そこで作ったビールをトロッコに乗せて運ぶんだよ。そのトロッコを引く牛を飼ってるのが宮川さんのところの会社。ほんで、その牛が運んだビールを船で大阪に運ぶんがうち。あんた、まだ言うてへんのかいな。飼ってる。はよ言わんと、皆さんまたはるかな。ああ、ど
しました。男の世界、戦争から帰ってくることになりまして。清六藩がそれはおめでとうさんです。ありがとうございます。いや、胸の使いがスッと取れましたわ。お国からは無事やも死んだやも言うてきまへんやろ。うちの人なんざこう見えて残酷な人やさかい。所詮は貧乏人の次男坊や大陸の広い広い原っぱで誰にも気づかれんとのたれ死にしてるんやないかってこない言いますねんで。お腹痛めた身からすれば長男も次男もありますかいな。日がない一日泣いておりましたんやけど、それが昨日ですわ。本人から手紙が届きまして、2、3週間のうちに帰ってくるって書いてます。そうだった。私もう嬉しゅうて嬉しゅうて。乙女は堪忍やで。うち舞い上がってしもて、ほんま堪忍やで。何を謝るんよ。男の子はいっつも清六派に遊んでもろってほんまの兄弟みたいやったもん。こんな嬉しいことあるかいな。あの子かできっと喜んでるわ。おおきに。ご苦労はん。へい。どうや、よその次には。戦争が終わってからどこの船もだいぶ増えてますわ。神戸から大陸に売りつける荷が増えてますさかい、うちの港にも神戸行きの荷がぎょうさんたまってます。おそれからビール、戦争終わってから大阪に運ぶビールが2倍3倍ですわ。ビールで乾杯か。今日あたり山場になるとちゃいまか。そうか。宮川はん、聞きましたね。おめでとうさんです。ありがとうございます。ご心配いただきまして。どうぞよかったらこのまま聞いていっておくんなはれ。お耳汚しではございましょうが。そのつもりでおます。あ、ほね、もうじき皆さん集まる頃や。支度しといてや。あうんやない。へい。あかん。喉が冷えしてしもた。おし大根に蜂蜜や。これ台所にな。ごめんください。はい。いやー、おつなちゃん、久しぶり。どうぞ。手紙どこから来ました。下関ですわ。なら一晩で大阪着きますやん。それが下関の病院からですね。それはどうも心配だな。怪我してるので。おはようさんです。おはようおはようさん。あら、牛尾君は。ええ、連れてこよう思ってましたんやけど、今朝急に具合が悪なりまして。そうか。本日天気清朗なれども波高し。びっくりした。乙女はんどないしたん。うちなんやしらこれ言うたら元気出ますね。お花はんも騙されたもんって言うてみなはれ。おおきに。本日天気清朗なれども波高し。本日天気清朗なれども波高し。終わったんやな。ほんまやね。うち学校の自分先生が教室に世界地図かけはってね、無知でロシアと島にやけどびっくりしたん覚えてるわ。世界の半分くらいがロシアですや。それに比べて日本の小さいこと。怖い。もう買ったがな。おまさはん、実はうっとこの清六帰ってきますんや。清六はんがせやねん。おめでとうさんです。おおきにおきに。おめでとうさん。おおきにおおきに。これもな、おまさはんのおかげや。うちは何にもしてまへんで。いや、その。この戦争に勝てたんもおまさはんのお孫さんが頑張ってくれたおかげや。うちらほんまにそう思ってますんや。あ、そう。何言いますんや。おまさはんつらおすな。そやけどお孫さんの死は無駄やおまへんで。
そうですね。今度はどこがもらいましたらな。もらえる？それ調整も当たり前やろ。んで満州カラフトも片ますな。片ますか？そりゃそうでんがな。うちらアホやさかい難しいこと知りまへんけど、今言ったはる小村寿太郎派の腕次第ではロシアの隅っこの方も踏んどれますぜ。いやいや、肝心なのはこっちですぜ。ざっと勘定したがってこの間の戦争の100倍はお金かかってますからな。100倍。死んだ人、怪我した人がでこの間の戦争の200倍はいますわ。100倍。そやし賠償金もこの間の300倍はもらわんとそろばんが合いまへんで。300倍ってそれいくらになります？そらすごい額や。日清戦争の時の賠償金が確か3億円ですね。その300倍だから900億か。しかし長い戦争やった。ほんまにな。うちは領事の攻略のくだりが忘れられまへん。あれはつらおしたね。うちもちょうどこの人が腎臓に石患ってる時やった。そやな。領事のうちには石は出てけえへんわ。つらかったな。うちは広瀬中佐。杉野の伊豆子、杉野はいずよ。何ですかそれ？知りまへんか？おつなちゃんも広瀬藩みたいな男捕まえやん。あかんね、どんなええ人でも若いうちに死ぬ人はあかん。どうも。うちおつな言います。ねえねえねえおねはん。そうや、猫はんにしたらええねん。猫はん覚えやすいわ。猫はん返事はにゃーですね。ほら、そんなとこ立ってんとおじ起きなはれ。にゃー。ごりょうさん、これおいなりさんですか？まあ、楽しみや。うちも。お前ないつもごちそうなって。何言うてますの。こちらこそいつも集まってもらってすみません。いやいや、勉強になりま。恥ずかしいわ。ごめんください。あきちゃんや。どうぞ。皆さんおはようさんです。おはようさんです。今日はおはようさんです。お忙しいとこすんまへんな。いえ。どうぞ座っておくれやす。まさお茶。冷やし飴やったらお出ししていいか。冷えてまへんけどよろしいか。ほなほな麦茶でええわ。はよ出しなはれ。皆さんもどうぞ座っておくれやす。あきちゃん座ろう。おはよう。おほん。すまへん。おほん。明治38年9月1日。お、囲みで講和条件って書いてあるぞ。あ、講和条件。29日の講和談判会見において成立したる条件は一切日本の情報のみにして御人はこれを求法するおわず今ご用紙国民新聞の報じたる講和にな講和条件なるものを左に書かず一つ
何が？カラフト電話な。北半分はロシアって。みたいやな。続き読んどくなはる。一つ、朝鮮においてもその露国と境を接するところには互いに警備をなさざること。一つ、東進鉄道は長春以南を日本に譲与すること。一つ、捕虜賠償金は1億5000万円をいだすこと。一つ、沿海州漁業権は日露両国ともに同一の権利を有すること。以上。満州はどうなりまんねん？満州は書いてへんな。朝鮮は日本の方になりまんねやろな。朝鮮は書いてへんな。大丈夫や、まだ賠償金の話が出てざっと勘定しても900億って1億5000万。聞いてまへんのか？さっき1億5000万言いましたから。どうも声の手がいまいちやったな。あ、おねん。こらこら、にゃなんて変じゃなかい。へい、もううるさいな。返事ははい、ええな。今日暑いと声の艶もどうなるわ。あ、今晩あたり柏のすき焼きでも行こうか。これは天皇陛下にワニの破棄を命じたまわんことを恋立てまつる。これは革新元老の責任を問うて国民に激す。これは白骨の涙。うちの孫は犬死にでっか。おまさん、あんたなんちゅうこと。バカにしくさ。どういうことですか？ダンさん、前に言いましたかな。この戦いは日本の利益を守るためのみにあらず、ロシアの応募を止めるべく世界が日本に託した戦いであるい。ちゃいまんのか？わしが言うたわけやないがな。それがこないな芝居するやなんて許される思ってまんのか？わしに言うな。政治家連中や、あいつらがええ加減なところで手打ったんや。おつなちゃん、泣いてる場合あらへんで。そうやけど。牛尾はん、最近どないですの？耳の調子は相変わらずでして、一言も口聞かんと家で黙っとります。今日もてっきり話聞ける思って連れてこよう思ったんでっけど、声かけてもたんまりで。まあ、連れてこんでよかった。こないな結果になるやなんて兄さんになんて知らせたらいいんか。まあまあ、何にしろ戦争が終わったんや。ありがたいことやないか。それに考えてみ。カラフトかて満州かてごっつ寒いそうやないか。そんなとこもろても住んで風いたら帰ってそうやさかいな。まあこれがほんまの転がる先のスイッチやっちゃ。いや、みんな分かってくれたみたいやな。あきはん、すんまへんな。お忙しいとこお呼び立てして。今日はどうも結構なもん聞かせてもらって。いやあかん。夏の疲れが喉に来たようや。ナスの漬物、ナスの味噌汁、
ナスと揚げの炒め物の繰り返しでしたろ。ええ加減食欲ものうなりますわ。ハロー、へいすまんけど奥行ってな、次郎呼んできてんか。へい。すんまへんな。しょうもないもんお聞かせして。いえ、旦さんの新聞読みのおかげでうちらも世の中のことを勉強させてもらってます。それ本人に言うてあげとくんなはれ。きっと喜びますわなあ、お母様。死んだあれの父親もああでしたんや。やれ浄瑠璃や地唄や小唄や言うてどんだけ付き合わされたか。だけどどっちか言うたら次郎の方が父親にですわ。気が弱って優しゅうて。はあ、堪忍やで秋半。あんたと次郎とのことは百も承知で次郎を外国へ行かせた。もちろんあの子の勉強のことが第一やけど、3年も外国行ってりゃあの子のことや。あんたへの熱も冷めるやろう思ってましたんや。ほんで今日は何のご用で？わては16でここへ嫁に来ました。明治のご一新の年やった。これまでのことが全部ひっくり返ってしもった。せやけど今考えてみたら、あの頃はまだのんびりしてましたわ。世の中のことも人の気持ちもまだ昔のしきたりやらやり方が残ってましたわ。やけど最近はあかんわ。もうほんまに世の中変わってしもうた。お母様。そや昔やったら浜家の息子が野望で結ばれるやなんて、そんなこと許されまへん。せやけどわてにはあの子の言うてることがさっぱりわからんや。天狗やかっぱと喋ってるみたいでな。時代が変わるいうのはこういうことか思っても、そんなんやったらわてらみたいなもんは後のもんの好きにさせるのが一番ええ思いましてな。もうわたいの手には負いまへんねや。あとは勝手にしなはれや。まあそういうことです。昨日の夜母さんに叩き起こされてね、あれから3年気持ちは変わったかって聞かれて、変わってませんって答えたら小さい声で好きにしなさいって拍子抜けだったよ。どないしはったん？いや、この天聖人語、天の声、人の語と書いてね、この新聞の一番の売り物なんだよ。そこにねこの講和の責任を取って元老以下大臣どもを樺太の乳母捨て山に捨ててしまえとこう書いてある。いや、まあ新聞も大変ですよ。彼らの商売ですからね。さっきなんで途中でいなはったん？泣き出しただろう。おつなはんでっか。苦手なんだよ、ああいうの。でもおつなはんの気持ち考えたら泣くのも当然ですね。お兄さんの塩はん海軍さん行って耳が聞こえんようになって帰ってきはったんや。ああ、僕は戦争も言ってませんしね。そんなこと言うてませんやん。牛尾のことはかわいそうだと思いますよ。でも所詮それは個別的な事情です。そこに足を取られていては政治的な判断はできません。もっと対局を見ないと。
だいたい日本人は事実を知らなさすぎるよ。勝ったって言ってもロシアの領土は1センチだって侵されてないんだ。ロシアの方からすればたかだか局地戦に負けただけの話で、むしろ息切れしてるのは日本の方だしね。そんなことも知らずに講和条件にケチをつけてたなんて、ローズベルトも驚くでしょうね。ほな、なんでそれをあんのまで言いませんの。少し痩せましたね。怖って酔いまへんやろ。でも分かってくれませんよ。なんで？あの人たちが求めてるのは事実じゃない。自分の息子や弟がどうして死ななくてはいけなかったのか納得したいだけなんです。そらそうや。納得できれば嘘でもいい。そんな人たちと政治の話ができますか。大体政治とは今生きている人とこれから生まれてくる人のためにやるべきなんです。死んだ人の無念を晴らすためにやるわけじゃありません。つまり感情で動く人間に政治の話をする資格はないんです。そやけど感情のない人間なんておまへん。女学校ではそんなことも教えますか。二郎さんはなんで勉強してはんの？二郎さんの勉強は何のためでっか？うち女学校辞めまして、3年前二郎さんがイギリス行くことになって、うちもなんかせな思て二郎さんに置いてかれる、どんどん住む世界が変わってしまう思て。そやけど勉強すればするほど、うちは何のために勉強するんやろう思て。そら良き妻良き母になるのも大事や思うけど、それだけやないんとちゃうやろか。私かて世の中のためにできることあるんとちゃうやろか。やめてどうするんです。わかりません。よろしい。東京に面白い学校があります。もちろんそこらの花嫁学校じゃありませんよ。欧州の女学校にも負けない本格的な学問ができる学校です。そこを紹介しましょう。いや、うちはお金のことなら大丈夫。こっから母さんにお願いするから。僕も東京に行こうと思ってたんだ。でも大丈夫。翻訳者ってことにして学生を続ければいい。結婚は君の勉強が一段落してからでも遅くはない。大体日本の女は結婚が早すぎます。男も女も一人前の大人になってからパートナーを見つけるべきなんです。心配するな。取り出しとこう水、他ならぬ神崎川の水でおまんがな。よう見なっしゃいよ。はっ急ぐなかれ。新発明の抗薬、名が暴露がん言いよるが、爆は爆発の爆、ロはロシアのロ、すなわち抗薬を一流の身を後にいざ戦いに挑めば、いかなロシアの大軍も必爆必勝の秘密兵器。よう見られ。
こうで腹中たる病原菌は暴露がんにて爆撃爆災の低たらく。お腹壊しますで。あっかりしゃんせん。こう顔色最前とちっとも変わっておりまへんがな。目の下が青くなってきたような。なんもこう薬が陸軍さんが今度の戦争用に作った分よ。わしが特別に手に入れて皆さんにお分けしとるが、私さんもお一ついらんかの。ゴリョンさんに聞いてみまへんと。ゴリョンさん。ご両人様ですか。毎度さんでございます。何やと思いなさる。神崎川の水がこれを急ぐなかれ。こう暴露がんこれを一流飲めば恐ろしい病原菌もたちまち爆撃爆退。夏場は水が気になりよるね。ご両人様どう。ええ、主人に聞いてみませんと。おーい、僕が起きよったぞ。お願いします。あ、ご主人様ですか。毎度さんでございます。これ何やと思いなさる。神崎川の水これをいさこれなんかね、こう暴露がこれを一流。なんやらあらういわ。大丈夫か。わかりやすいわ。下しそうか。おたくらひどいっちゃ。なんで固まってこんの。みなして気づいなことされたわしかなわんじゃ。これ3本も飲んだか。すまん、かよこれの顔がいいんちゃうか。そうは聞かんな。はよせいろが持ってきてくれんけ。よっしゃ。ご両人様気の毒だけ。こうあたりも変わりおったが。わかるんかい。はい、わしら富山の薬売りは日本中を回っておりますじゃ。日本全国いろんな村のことがこの頭に入っておりますじゃ。ええなあ、わしもそういう仕事がしてみたいわ。ご仕事だろう。今日はこれからどこ行くんや。西国街道まで歩いて、それから神戸まで行くっちゃ。ほんで一泊して穴子飯買うて電車乗って神戸から大阪、そこでね金つば買うてね鉄道乗って京都はサバ寿司かわかめうどんかどっちもかな。ええなあ、やっぱり電車の汽車はちゃうか。そうね、電車は煙が出おらんの。でもわしは汽車が一番やね。なんちゅうてもあの音。あっち。旦那様はどない思ってますの。聞きましたやろ、次郎様のこと。うん。この家の
の僧侶は太郎様ですさかいな。分かってる。後藤家に奉公に上がって50年。浜のお家の男の子はみんなこのお政がお育て申し上げました。うん。これだけは言うときますぜ。次郎様は風船出す。こっちゃでしっかり持っとかんとじきにえらいことになりま。おばあさん、心配すな。次郎かてイギリスで苦労して少年が育ってきた。男子3日会わざれば活目してみるべし。次郎も立派になった。これからの日本を背負って立つ男や。思わんか？まあ問題は日本の重さやな。ただいま。あ暑い。次郎様、冷やし飴ありません？おお、そりゃええな。これだ。お前も飲むか？いや、兄さん、遠慮すな。ほれ。すんまへん。わたいがどんくさいばっかりで皆様にご厄介をおかけしていやいや、厄介なことあるかいな。ここはおばさんの家も同然や。ゆっくりしたらいいんやで。何をぼーっとしてますんや。口動かす暇があったら表は掃除したさかい、晩ご飯はお稲荷さんがあるし。あ、おしめもう乾いてるんじゃないかな。そや、夕立におったらどないしますの。はよ取り込みなはれ。おしげ、もうちょっと言い方があるやろ。そうやかってお母様に叱られましたよね。兄さん、僧侶たるもの、人の気持ちを読まなくてはいけませんよ。何の話よ。あら、最前の人帰りはりました。今はばかりや。ごめんください。はい。あ、どうぞ。宮川なんか。そうや。あ、どうもお邪魔です。ちょうどよかった。旦さん、申し合わせたいことがありますね。どうした？私ら大阪行こう思ってますね。大阪に何しに行きまんの？今朝の新聞ですけどな、あれどうもほんまみたいですわ。乙女はんが下りの船の水夫連中に聞きましたんやけどな、なんや大阪でもひっくり返る騒ぎになっとるみたいで。ほいで？ほいでわてらもよう考えたんですけどな、わてらも大阪行って講和条約の破棄を訴えよう思いまして。破棄？女だてらに思われること100も承知出す。せやけどここでうちらが動かな戦争で苦労した子らに申し訳が立たんと思いましてな。乙女はんとこだけあらへん、おまさはんのお孫はん、おみつさんとこ弟さん、おつなちゃんとこの石尾はんはかわいそうに気おかしなったいう噂もあります。全部お国のためやおまへんか。こない思てるのはうちらだけとちゃいます。会社行きの連中から小作から水夫連中もみんな怒ってま。この声をお偉方の耳にちゃんと叩き込んだらなんか。わてらには芋や麦ばっかり食わしといて、己の過去との女にはええベベ着さしとるそうやないか。我慢じゃ我慢じゃ戦ってこんな目に合わせてまだ我慢せいちゅうか。コケにすんのもええ加減にさらせ。ほいで、うちどないせ言うん？誠に言いづらいんだけど。ああ、使えねえ、使えねほいで何せ言うんや？つまり誠に言いづらいんだけど、大阪行くのにもこの人数出すどないしようか悩んでますね。ほんで向こう行って同じような気持ちでおるもん同士で集まって集会言うんでっか、それやりたいと思ってまして、何かと物入りになる算段でまずは浜の旦さんとこから回らせてもらおう思いまして。大阪一緒に行きましょう。おまさん、私ら大阪行きますね。
大阪で講和反対の集会開こう思ってます。この村の連中だけちゃいますこの戦争でしんどい思いした人らが今大阪に集まってますんで。行きましょう、一緒に大阪行きましょう。やるときはやらなあきまへん。それが敵討ちでんな。いやおまさん敵討ちちゃいますで集会出せ。なんや、あんたら丸腰やおまへんか。そんなんで敵が取れまっかんやん。おばさん、ロシアまでどんだけ遠い思ってんの？うちの敵は日本や。おばさん、あんた頭おかしなったんちゃいまっか？うちの孫を殺したのは確かにロシアですわ。でもうちかてアホやないで。なんで男の孫がロシアの人らと殺し合わせなあかんのか。肺側でしじみ取るのもどんくさい子がなんで海越えてまで知らん国の人らと殺し合わせなあかんのか。そない仕向けたのは日本やおまへんか。それはだから徴兵制度いうものがあって。国民だからだよ。国民である以上国を守る義務があるんです。誰が国民ですの？みんなです。僕もおまさもおまさの孫もみんな国民。天皇陛下の赤ん坊なんだ。おまさの孫らは立派に国民の義務を果たしたんや。誇りに思わない。おまさん、ぼちぼち風呂の支度してや。旦さんこれ。やがお気持ちは分かりますけどな。いくら気に入らん言うたかてこの談判は政府が決めたことや。それに立てつこやなんてそらあかんで。何があきまへんの？ちょうどよかった宮川、これ持って帰っとくな。あとにせえ。宮川さん、わしかて講和の内容に怒ってるんやで。ひどい話や思う。せやけど怒ってもしゃあないやないか。今日本人同士が喧嘩してる場合ちゃう。そやろ。それに警察沙汰なるやもしれんことにわしからお金出せやなんて。なんとあってみこの村の立場どうなる？言うたやないか。旦さん、うちらは何も我がために言うわけやおまへん。お国のために言うとりますやで。そやけど村としては。旦さん、お国あっての村やおまへんか。兄さん、ここはお金を出すべきですよ。この人たちの言ってることは何の間違いもありません。この戦いは二三革新元老だけの戦いではありません。国を挙げての国民全体の戦いだったはずです。これまで皆さんがどれほどの我慢を重ねてきたのか、上の連中はあまりにも知らなさすぎるんです。これからの日本は清に代わってアジア諸国の希望となるべき国。それがこのような講和条件に満足しているようでは、西洋列強に笑われるだけでなく東洋諸国にも顔向けができないと言えるでしょ分かった。うちからは5円出させてもらおう。大したお人やわ。いやお前ね知らんもう聞き惚れてしもた。大阪で弁士やってもらえまへんやろか。弁士。すまへん。乙女がやりましたね。さすが浜の旦さんや。5円ですね。そうや、そちらどないでした？こっち来てまへんか？は？おつなちゃんと後ろはこっち来まへんでしたか？来てもだけど。どないしてはりました？いや後ろはに弁士お願いしよう言うてましたやろ。おつなちゃんも承知してたんやけど肝心の後ろはがうんと言うてくれへんのよ。弁士言うたかてしゃべらんでずっと座ってるだけでもええさかい言うても全然あかん。そやけど牛尾君は耳が聞こえへんやろ。どないして説得したんや？なんや知らんけど神経の病気なんやて。そやし常に聞こえへんわけやないみたい。おつなちゃんに間入ってもらって説得したんやけど全然あかん。だんだんおつなちゃんの気も変わってしもて、大阪引っ張り出すん勘弁したってください言い出すんよ。そやってうちかて「はいそうですか」言うて諦めるわけにもいかへんやん。そしたら後ろなんやわけわからんこと言い出して逃げ出したんよ。一緒に探して
今なお金受け取るところへ。ほなお下げさせてもらうで。へ一応な、別に怒ってるわけやないでしょ。後ろ墓でちゃんと話せばきっと分かってくれる。おおきに助かります。お世話様でした。ご苦労はん。旦さん、聞いてましたやろ。あおつなちゃん、ここ来たらすぐ知らせとくなはれや。あ、分かった分かった。ちゃんと知らせる。わしは反対やぞ。あ、お前が弁士をすることや。お花はんなの気持ちもお前の言うこともよう分かる。でもな、もし警察沙汰にでもなってみろ。お前の将来の触りになるやないか。やりませんよ。やるわけないじゃないですか。え？さっきのは方便ですよ。ああ言わないとあの人たち帰ってくれないじゃありませんか。わざと言ったんです。それにしても5円は高すぎると思いましたがね。さすが浜家の総領ですな。ほんま出し惜しみちはれへん。立派なもんだす。そやけど先々のこともちょっとは考えておくれやしゃ。うん。気が良くなる。ピリッとしたものが食べたいな。カレーなんてどうでしょう。何それ？元はインド料理ですが、今はエゲレスでもよく食べられています。たくさんのスパイス、香辛料を溶いた汁をインドでは小麦を練って焼いたパンにつけて食べるんですが、まあ日本人ならご飯にかけるカレーライスが一番でしょうね。どこで食べれるんや？東京や大阪のレストランだったら食べられますよ。ほんで海軍さん。海軍？はい。海軍さんでは兵学校から学生にカレーを食べさせております。カレーに使える人参、じゃがいも、玉ねぎ、これ全部日持ちもいいし栄養もの。汁がとろんとしとるから船が揺れてもこぼれん。つまり船の食事にうってつけというわけじゃ。ほんで同じもんでも味付けを通ったら肉じゃがいう料理になるっちゃ。こうがまた白いわに合いよるんよ。ほんでからね、こうは陸軍さんやが同じ人参じゃがいも玉ねぎにね、豚肉を入れて汁にしようって味噌で味をつけよると豚汁になりよる。豚の脂が汁の表に浮いていつまでも熱々を食べれるっちゃ。時間が経ちよってもあったかいままなんよ。つまり野宿が多い陸軍さんにはぴったりの食べ物じゃ。なんや、人参、じゃがいも、玉ねぎばっかりやな。さすが旦那様、ようお気づきなさった。これらの野菜は北海道。さいです。こうは言うなれば国策料理。北海道で作った野菜が軍の料理にしてはようできたもんですわ。いや、本当かな。仕事柄日本中を回っとりますじゃ。足腰と直感は鍛えとるっちゃ。弱いのは胃腸だけやな。このうちかてじきに立て直さないかん言うてたのあなたで。あたいが一銭でも無駄ないように気使ってますのね。なんですね。5円。5円。ほんで、そのカレーっていうのはどんな味なんや？これまでこの国にはなかった摩訶不思議な味としか言いようがないな。わしは神戸の居留地で食べよったけど舌にピリリときよってね、焦ったらったら。せやけど風が吹きよって汗が引くと不思議じゃ。体の芯がほかほかとぬくいまま気分爽快。胃腸が程よう刺激されよって
食べたばかりなのにもうお腹が空いてきよるが。よっしゃ、今夜はそれにしよあ、ダメですよ。う。なんで？カレーにはたくさんのスパイスが必要なんです。そう簡単には手に入りません。なんや。いやお礼中ほどではないっちゃから。これは？カレーです。これが？懐かしいな。よく手に入りましたね。スパイスの中にはわしら薬屋が薬の材料に使うてるもんがぎょうさんあるんよ。例えばウコンな。またお気に召しましたら言うてくれちゃ。ぎょうさん教えてくるよってに。こんなだ。ジローさん、あんたもあんただっせ。お花はんの言うことなんざ耳から耳に聞き流さはったらよろしいのに。真に受けて演説までして、なんですな。いや、言いたいことがあるんやったらいっぺんに言うたらどないや？出たり入ったり鳩時計やるまいし。すまん。よかった。鼻筋は姉さんそっくりだ。もっともそれ以外は兄さんにそっくりだけどね。あ、さっきの歌、この辺りじゃ株は積まないよ。ここらじゃ大根。君は山田の生まれだろう。僕の顔をよく見てごらん。目の黒いところに糸くずみたいな傷があるだろう。君からは小さな傷に見えるだろう。
これが僕にはとっても大きく見えるんだ。今も君の顔の半分はこの傷のせいでキラキラ光ってる。どこでやすか？ほら、ここ。もっとよく見なよ。アキハンと一緒にならはるんやろ？うん。船でイスタンブールに寄ったことがある。ヨーロッパ、アラブ、アジア、いろんな地域の国の人がいてね、いろんな美人がいた。ペルシャ、クルド、ユダヤ、アゼルバイジャン、インド、シチリア、世界中の花を集めたような街だった。目の鋭い人、鼻の高い人、顔を近づけてみるとみんな実に個性的な匂いがした。いろいろと目移りしていると、どうも日本人の顔じゃ物足りなくなるんだね。薄味というか淡白というか。何を言ってなさる？今も船に乗ってるような気持ちなんだ。パッ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 
お願い。かくまってほしいよ。誰を？おすらちゃん。牛よ。おい、俺だ、次郎だよ。わかるか？あ、ダメか。実は乙女花が。して、さっき本人が来た。すんまへん、うちも最初は賛成してまして、そやけど兄さんが嫌がるの見たらなんや見せ物にするみたいな気がしてきて、うちでかくまってたんやけど、小さい家で境じきに見つかる思て、ここの屋敷でなんとかならへんやろか。いやでも、かくまうって言われても他にもっといい場所があるじゃないか。こうやったらあの人らも無茶できへん。うちのお願い。でも、蔵の鍵は兄が持ってるし、急に言われても。来た。とりあえず上がって。上がって。はいよ。あはいよ。そういうのはよいしょ。ください。しょうがない。はいはいこっち。はい、どうぞ。すんまへん。いや。あきはん、あんたここで何してますねん。へえ、次郎はんに話しとかなあかんことありまして。どんな？そんなことはあなたに関係ないでしょ。すんまへんけど、ちょっとお屋敷見させてもらいますね。乙女さん、何してるんよ。すんまへんな、すぐ終わりますわって。ちょっとお屋敷改めさせてもらいますわ。ごめんなさい。すんまへん。おい。改めるって乙女さん、それどういう意味ですの？なんでここにあきはんがいますね。
それは私に用があってきたんです。旦さん、約束してくれましたやん。牛尾藩来たら知らせてくれるって。来たら知らせるがな。乙女はん、もう諦めたらどないですもん。牛尾はんえらい嫌がってますやん。あきはんよう知ってますな。やっぱりおつなちゃんも牛尾藩もあんたんとこに見えたんやね。乙女はんどないしはったん？何やいつもの乙女はんらしゅうないわ。うちはな、講義の集会するんやったら、うちらみたいな戦場知らん女ばっかりで行ってもしゃあない。ほんまに戦場行かはって十分苦労なさった方に来てもらわんと迫力に欠ける思てんのや。そやけど牛尾はんは耳聞こえまへんねんで。そんな人引っ張り出そうやなんて乙女はん残酷やわ。うちはな、牛尾藩が手やしはって帰ってからも一言も口聞かんようになったって言って本に戦争は向こう読んだんや。戦場行った子らがどんな苦労したか牛尾藩見てもらったらいっぺんに分かるわ。本人が嫌がってますねん。旦さん、ここも改めさせてもらいます。すまへん。待ちなはれ。そこは女の入るようなとこやおまへん。気悪しはったら勘弁しとくんなはれや。うちらかて我がため思ってしてるんちゃいます。このまんまやと死んだ子らも食われん、そのままでしてますね。乙女はん、頭冷やしな。あんたみたいな人が村のしきたり守れんでどないする？しきたりどうこう言うてる場合とちゃいますんや。うちら日本のため思ってしてますんや。ごめんやしゃ。慎みなはれ。太郎、あんたが改めなはれ。はよ。誰もいまへん。牛尾藩、あんた口調しまへんのか。このままやとあんたの苦労が無駄になりまんねんで。あんただけやない、あんたと一緒に戦うた人らの苦労も無駄になりま。それでよろしおますのか。乙女はん誰もおらへんですがやめとくんなはれ。大阪でえらいことなってます。何が？戻りの先導連中に聞いたんや。うちらみたいな講和条約に一発いてこましたなっちゅう連中が中之島のあたりに集まってるみたいやで。おつなちゃん、聞きましたやろ。うちらだけおまへん、大阪中が、いや、日本中が怒ってまんねや。うちらは何も牛尾はんを見せ物にするつもりはおまへん。集会に出れば牛尾はんみたいにしんどい思いしてはる人もいっぱい来はりますやろ。一人で苦しい思いすることおまへん。うちらと一緒に大阪行きまひょ。何を言うたかて本人が嫌がってますね。諦めたらどないだっか。牛尾藩、あんた海外さんでっしゃろ。ご苦労はんどすな。つらましたな。海外さんはどんなとこでした？船の上はどんなとこでした？なんぞしゃべっとくんなはれ。兄さんが戦場でどんな目にあったかわざわざ喋らんでもわかるよおまへんか。それを無理やり喋らせようやなんてひどいと思いまへんか。うっとこの息子も海軍です。海軍は無謀すな。死んだいう紙切れ一枚で骨も何にもあらしまへん。なあ、牛尾はん、教えてくんなはれ。海軍さんはどんなとこ出すね。うっとこの子は何してましたんや。なんで死んでしまいましたんや。ジロー、どこ行きますんや。大阪じゃもう戦争継続の上りが立っとるらしい。こらえらいことになりますぜ。よし。ちょっと戦争継続って何ですか？せやからお前続けるんやから。ほいいな。そんなアホなことさせますかいな。今さら何を言うんや。そうやで、お花。うちらかて腹くくらなあかん。せやけどいやいや、押したらうちは講和賛成よ。ドアホンお前。アホはあんたや。
な。もう帰ってきやらへん人がおるんや。その人らの気持ちも考えなあかん。そういうこと嫌や。嫌なもんは嫌や。ほなそんなに草通じまへんで。いやうちは高賛成や。まだ言うか。すんまへんな、旦さん。わしが甘いよって女らのさばらしてもうて。あんたはあの子がかわいそう思わんのか。己の息子も守れんやったら父親なんかやめてまえ。すんまへんな。お恥ずかしいところお見せして。何が恥ずかしい。ジローさん、あのさんからもなんか言ったとこない。いやいや、僕はそんな遠慮せんと。仮に戦争を継続したら、日本は必ず負けます。言い過ぎました。勝負事ですから、負けることもあるでしょうし、勝つこともあるでしょう。日本は負けまへん。お国のために死んできた皆さんがきっと日本を守ってくれます。そうでしょ。はい、そうです。日本は負けません。わかる。みんなの気持ちはようわかる。さっきから聞いてるとみんな正しい。みんな真剣に考えてる証拠や。わしはそう思うで。ほんでつまりこんなふうに喧嘩するのはちゃう思いなんねん。宮川藩だって戦争したいわけちゃいますやろ。講和条約さえもうちょっとどないかならんかいう気持ちでしたやろ。それは花子藩かと一緒ですやん。もうそんな甘い態度で政治が動きますかいな。そもそも選挙に行かはるお方らがそれやさかい、うちら貧乏人がこんな目に遭いますんや。いやちゃうがな。わしが言いたいことは同じ気持ちでおる者同士がちょっと意見がちゃうから言うて喧嘩するのは悲しいな思てんねん。ほんでほんでなのでわしはみんなに先駆けて黙ります。ここは内閣の打倒を訴えてですね、一旦政府に圧力をかけましょう。そのための駆け引きの文言としての戦争継続、これは十分ありえます。駆け引きやないで、いざとなったらほんまにやるんや。いやいや駆け引きですよ、あくまでも駆け引き。いやいい加減にしなはれ。乙女はん戦争継続やなんて本気で言うてますの。やっと終わったんやないの。ここで戦争を続けたら乙女はんみたいな目に遭う人が増えるだけなんよ。それでええの。次郎さん、駆け引きでも継続やなんて言うたらあかん。偉いさんにどない利用されるか分かりまへん。いやいや、僕はあくまでも一案を提示しただけであって。秋藩はどない思てんの。私らどうしたらええの。うちらは知らなさすぎるんや思う。この戦争のほんまの姿を。きっと頭のええ人らはいろんなことを隠してたんや思う。だってこの戦争のためにうちらから兵隊やらお金やら出させなあきまへんやろ。うちらがやる気なくしたら戦争も続かへん。うちらにいっぱい嘘ついてたんや思う。そやけど今度の講和条約は国と国との約束や。うちらについてきた嘘なんか外国相手に言い出す隙もあらへん。ほんでこの条約でうちらに隠してたことが全部バレてしもたんや。日本は勝った言うてるけどギリギリや。もう一回戦争したら今度こそボロボロに負けてしまうわ。あきはん、うちこんな悔しいの初めてや。今この国で選挙権を持ってはるのはほんま一握りの人だけです。そやけど戦争行くのも税金払うのもうちらやおまへんか。うちらにも投票する権利があって当然や。うちらはこの国の国民なんや。その国民言うのやめれまへんやろか。国民やさかい男の孫は戦争行かされましたんやろ。国民やなかったらあの子は死なずに済んだんよ。おばさん、あんた何をすかたんなこと言うてるんや。すまへん。そやけど国民やなんてそんな大層なもんにしてもらんでも結構ですね。あの子はそんな立派な人間おまへんで。
皆さん知ってましたやろ。うっとこの孫がどんなんやったか。トンビと卵焼き取りようたり、ヘビク用の汁でおめめ汚してうちが毎日それ洗ってまして。覚えてまへんか。あれが国民にふさわしい思いまっか。旦さん、どうか旦さんの力でうっとこの孫国民から外してもらえまへんか。この通りお頼み申しますか。お母さん、あんさんの言うてることはそのお孫さんに対する侮辱だっせ。なんでうちらの息子や孫が外国まで押しかけていって戦争せんやならん。なんで恨みがあってロシア人と殺し合わせなあかん。急にそんなことせんでもあたいらこの村で生きてきたがな。お米、野菜、お魚、不自由のを暮らしてきたがな。もうこれ以上騙せなあかん。来よった来よったぞ。本日天気清朗なれども波高し。さあ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 お兄ちゃんな、やべえな。しようしよう。なあおいさあ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 しよう。やべえ。まあ、落ち着こう。ゴルさんすんません。水もらえまへんか。おお、ミカサにジェット機が上がったぞ。牛尾君。広告の後輩、この一戦にあり、各員一層踏んで努力せよ。こうじゃない、こう。脇もっと締めて、手をもっと立てて。ラッパ吹け。パパ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 パ左、回答。左回答。さあ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 。ザラズバババ。ズボン。多分水柱やと思います。水柱。今攻撃されてますね。あ、そらあかん。攻撃反撃しますさかい。左旋回終了。砲撃準備。砲撃準備。信号距離7000。距離7000。目標敵機関ソウルフ。目標敵機関スワロフ。撃ち方発明。ドアーン。まだわかりまへん。くそ、左にそれた。ドアー。総員持ち場を離れるな。総員持ち場を離れるな。看板正面勝手したい。看板正面勝手したい。大丈夫か。交代。交代。ドカーン。おいおい、タカ、こっちはタカ持ってこい。どうぞ。なんかお願いします。乗ったくない。どないして乗るんや。無理。
ガンスワロフ信号距離6000、距離6000、発射。どうなんウション、弾は敵に当たりました。カレー食いてー。お兄ちゃん、待って。うち東京には行きまへん。どうして？すまへん。いやだからどうして？勉強はどうするの？世の中のために勉強するんじゃなかったの？勉強は東京やのうてもできますし。できないよ。技術も知識も人もみんな東京に集まるようになってる。ここで勉強してても1年もしないうちに東京に行きたくなる。東京にしかない本、東京にしかいない先生。分かってじゃあどうして？そうか。なるほど。すまへん。やっぱりな。なんか昼間に会った時からそんな予感がしてたんだよ。すまへん。みんな変わっていく。変わらないのは僕だけか。何のために勉強してるんやろ。そう言われて僕も考えたんです。僕はクズです。人間のクズ。確かに僕は頭はいいし育ちもいい。気持ちは優しいし女性には特に優しい。でもね、ただそれだけの人間ですよ。僕は世の中の役に立ちたいという気持ちがまるでない。全く湧いてこない。社会の役に立たない男、こればっかりは仕方ないじゃないですか。でもね、僕は貫きますよ、クズの道を。いや、貫くなんて力んだ言葉は似合わない。漂います。世界のあっちこっち、命がけで漂うんです。ほな。はい、さようなら。世話になりました。
聞いてたんでしょ。ちゃうんよ、これお昼のおいなりさ。えらい余ってしもたから、アキさん来てるんやったら持って帰ってもらおう思って。ください。いや、なんかお腹空いちゃって。はおお、確かに京都風だ。こっちが山椒で、こっちが五目です。いただきます。うん、うまい。次郎さん、ほんまにええの？あんなにあっさり終わらして、せっかくお母様からお許しも出たのに。源氏物語のような、つまり、別れた方が相手に取り付いて、それで生きろとなって殺しちゃうような、そういう価値基準からすると少々あっさりしすぎかもしれませんね。しかし私たちはもっと同志的な、つまり友情と友愛をもとにする連帯を大事とした価値基準の中にいるわけです。そして今姉さんが覗いていたのは鉄道のポイント、分岐点。あなたはあちら、私はこちら、それではお互いお元気でと、そういう風景を目撃したと思ってください。これからどうしますの？ご心配なく、ここに長居はしませんよ。そんなこと言ってまへんやん。ここは次郎さんが生まれた家やし、ずっといてもらったらええんです。それはどうも。これから何の仕事しますの？何ですの？ホトトギス。は？俳人の正岡子規先生という方が出している雑誌です。まあ、俳人やのに。俳人、俳句を読む人です。正岡先生は俳句やら短歌やらを今の時代にふさわしい芸術に革新された偉大なお方です。その方のお世話になりますの。いや、先生はもうお亡くなりになりました。この雑誌は先生のお弟子さんたちがその意思を継いで刊行されています。ほんなどうしますの？ロンドンに着いた時に最初にお世話になった方が正岡先生のご友人でね、日本では高等学校で英語を教えているそうです。おかしな方でね、不機嫌そうな顔をしてジャムを一瓶ペロリと平らげてしまう。いや、あれほど面白い方はめったにいませんよ。で、その方が今度このホトトギスに小説を書いたんです。我が輩は猫である。名前はまだない。どうです？は？まるで僕のことじゃありませんか。我が輩は猫である。名前はまだない。そうや。次郎さんは小説家がええわ。小説家なりよし。ダメですよ。なんで？僕には愛がないんです。僕には一般大衆に対する愛がない。愛のない人間の書く小説なんてインテリゲンチャーの自己満足にすぎません。そんな小説だけは書きたくない。なんや、励ましがいのない人やわ。勉強しすぎたんです、きっと。もう夏も終わりますね。夜だけですわ。明日も昼間は暑いし。ああ、それ片付けちゃいます。そう。ほな、もう寝ます。はい、おやすみなさい。おやすみ。
まだ最中や。ビール飲んなってまいりますね。ちょっとあんたも手伝いな。後で皿洗うから。気の毒だね。野菜も煮えてきたぞ。次どないすんねや。肉は乙女はんがもうじき持って帰ってくるはずやけど。安い肉では飽きまへんで。大丈夫や。なんせ5円やしな。もう言わんといてくれ。いやいや、感謝してますね。あの5円をこんな風に使ってもらえるなんて。いっぺん出したもん最後にしまへんがな。さすが浜のダンサうちのには内緒やぞ。分かってまあの方どこ行かはったちゃ？弟さんは言うてたあの女の子もおらんね。皆さん、お肉買うてきましたね。どうこれはすごい。ほら美味しいんかい。肉は大きめのサイコロみたいに切って鍋に放り込んでちょ。何したマンマかねんねかシシか。やっぱり猫はんもいまへんな。噂はほんまみたいな。噂。ジロー駆け落ちしたんや。誰と？ごめんやす。ガッチあら、一緒かいな。カレーって聞いたら一緒に行く言うて。この間はどうもすばへんでした。ええよ。元気そうでよかった。清六は来てまへんの。牛尾はん、いっぺんうちに遊びに来たって。牛尾はんやったらあの子かて顔出す思うねん。はい。清六に縁談が来ましてな。大阪の偉い金持ちが言うてきてますね。名誉の負傷を負った清六君にぜひ紹介したい娘さんがいる。ほんで、どないしまんの？いや、もうどないしてええやろ。さあ、カレーレンコン。じゃがいもなかったさかい。これはお揚げさん。なんで？そこおったそこ。カレー。どう？懐かしおまんか？海軍では毎週金曜日に全部の船でカレーを食べます。なんで金曜日ですの？なんで金曜日なん？金曜だからです。なるほどな。はい。ほな、カレーパウダーを入れますよ。うっとこの子もこれを食べてたんやね。おお、やっとるな。あとはとろみがつくまで煮込んだら完成ですわ。せやけどこれシャバシャバですせ。ほんまや。片栗粉でも入れた方がええんちゃう？せやな。勝手なせんといて。それかお砂糖どないやろ？あれもとろっとしますね。これ旦さん、片栗粉とお砂糖借りますせ。どうぞどうぞ。辛いけどどないやろ？脱着も入れたこか。ちょっと。ああ、お家様お邪魔してます。みんな集まったら呼びますさかい、寝てられまへんで。そうやけど気になる言うて。何の匂いじゃった？カレーですわ。もうじき終わりましたかいな。ちょっと辛抱しとくんだあれ。どうです？お家様お召し上がりにならんねん。ほら、そんなもん食べたら胃袋ひっくり返ってまうやねんか。いただきましょう。なんや、お腹が空いてきました。今味見してな。
でもカレー食べたことないでしょ。わたいがやりま。旦さん、東京の戒厳令はまだ続いてまんの？偉い人も死んだみたいや。このままいったら内閣も倒れるんとちゃいまっか。恐ろしい話や。何が恐ろしおますね。わたいらの国ですよ。わたいら怒らしたら内閣も倒れて当然ですわ。そやせや。総理が変わっても何も変わりゃせんが、長州と薩摩が代わりばっくり総理大臣するだけじゃ。せや、ほんまにこの国を変えれんのはわてらの代表だけ。どうぞ。味噌汁。カレどうです？味噌が足りまへんな。お味噌出してやって。ー、カレーちゃん。ごめんください。来た、今日の主役や。主役？あきちゃん。ああ。お家様、ありがとうございます。みなはん、この度あきはんが東京の学校で勉強しはることになりました。今日皆さんにお集まりいただいたのもあきはんの門出をお祝いするためでもあります。あきはん、体に気ぃつけてな。はい。この話はうちの次郎が言い出したんです。次郎があきはんを東京の学校に通わせたい言うてお願いしてきよったんです。ところがこれは急なことですが、次郎がもういっぺん留学することになりまして、この話ももうないもんなるかな思っとったんでっけど、先月戦争の後始末のことでみなしてここで大騒ぎしましたやろ。その時わては思い知らされましてん。勉強せんならん。弱い立場にある者ほど勉強して同じ立場の人を助けなあかん。わては昔が良かったとも思いまへん。今が良くなったとも思いまへん。わてらは言うなればいっぺん乗ってしまったらもう降りられへん汽車に乗ってしもたんと違うやろか。どこへ進むのかしっかり見て間違いは正さなあきまへん。せやけどうちはもう年出す。今さら勉強もできまへん。でも勉強したい思ってる若い人を応援することはできま。あきはよう勉強してみんなが安心できる世の中にしておくれやっしゃ。おまさはん、うちは頑張って勉強しておまさはんみたいな人が幸せに暮らせる世の中を作ります。おまさ、ビールやビール。